ニコニコ動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は、マリオメーカー計算機で、減算を行う回路を作成しました。また、前回の動画で高速化した加算機をさらに、高速化し、コーラ放題の限界速度、3.17 秒パー桁、での、計算に成功しました。減算回路の紹介の、前に、歩数について説明します。今、A-B を計算したいとしましょう。ただし、A 大なりイコール B であり、A も B も8桁以下の二進数で、表されている、つまり2の、8乗の256未満である、ものとしましょう。今、A から B を引く方法は、わかりませんが、代わりに255、2の、8乗引く1、から B を、引くことを考えてみましょう。255は、二進法では、11111111です。例えば、B が二進法で、100111100の時、255-B は、二進法で、01100011となります。255-B の、各桁は、B の各桁を、0ならば12、1ならば0に、したものになっています。このように、255-B は、B から簡単に求めることができます。255-B のことを、B の、1の歩数、と言います。そして次に、A、足す、255-B、足す、1、という、加算、を、考えます。この時、この加算の結果の下から8桁は、A、引く、B、という、減算、の、結果と一致します。なぜなら、A 引く B、は、8桁以下の、0以上の、数ですが、これに256、二進法で、100000000を、加えたものが、A、足す、255-B、足す、1、だからです。つまり、B から、255-B、B の1の歩数、を、求めるビット反転回路と、A と255-B から、A 足す、255-B、足す1、を計算できる加算機があれば、A-B、を計算することができます。今回開発した減算回路を、紹介します。まず、マリオはここから左下へ向かい、この場所で B の値を入力します。どうして扉をこの近くに、設置しなかったのですか？いい質問です。これは、右側にある加算機回路の、レールリフトたちのタイミングを、同期させるためです。コース作成画面上で、タイミングが同期するように、複数のレールリフトを配置したとしても、実際のプレイでそれらが処理開始範囲に、いるタイミングに差があると、レールリフトたちのタイミングは、ずれてしまいます。したがって、タイミング同期させたいレールリフトがある場合、以下のいずれかの方法が必要となります。それらが同時に処理開始範囲に、いるように、マリオの出現位置を工夫する。または、レールリフトの初期位置の、X 座標を一致させる。それらが、ほぼ、同時に処理開始範囲に、いるように、レールリフトたちのあるエリアに、マリオを、超高速で、移動させる。幸いなことに、一度処理が開始されたレールリフトは、マリオが遠くに離れても、処理が中断されることはありません。したがって、扉の位置だけ加算機に近ければ、あとは、どのようにマリオが行動しても、加算機のレールリフトの同期は保たれます。ここで入力された B の値は、下のビット反転回路に入り、B の1の歩数が加算機の第2レーンに出力されます。ビット反転回路は、前回の動画で紹介したビットコピー回路のアイテム置き場を入れ替えたものです。次にマリオはここへ移動し、入力 A の値を入力します。A の値は、加算機の第1レーンに入ります。なお、今回は、A、足す、255-B、足す、1、を計算したいので、あらかじめ繰り上がりレーンに、1匹のブラックパックンが、セットされています。途中にあった音符ブロックと、トゲゾウコーラは何の役割ですか？これは、入力 B が7桁以下だった時に、空いている桁を、1、で埋めるための、仕掛けです。マリオが音符ブロックを踏むと、トゲゾウコーラが下に落ちて、このブラックパックンたちが第2レーンに、流れ込むようになっています。なお、入力 B が8桁あることが、保証されている場合は、この仕掛けは不要です。それでは、
今回さらに高速化できた加算機の説明に移ります。前回までの動画で用いていた加算機では、1桁の加算を行う際に、どうしても斜めのレールが必要であり、それが高速化を困難にしていました。今回、新たに、バネ式全加算機を開発し、斜めのレールが不要となりました。バネ式全加算機の動作を説明します。まず、ブラックパックンが0個積み重なった場合は、繰り上がりレーンに何も入らず、右側の出力へも何も運ばれません。次に、ブラックパックンが1個積み重なった場合は、右側の出力へ1匹のブラックパックンが運ばれていきます。次に、ブラックパックンが2個積み重なった場合は、繰り上がりレーンに1匹のブラックパックンが入ります。最後に、ブラックパックンが3個積み重なった場合は、繰り上がりレーンと右側の出力へ1匹ずつブラックパックンが運ばれます。それでは、実際に一つ引き算をする様子を見てみましょう。ここでは、33-4を計算してみます。まず、4を入力します。1の位から入力しています。次に、33を入力しに行きます。どうしてもっと早く移動できるようにしなかったのですか？マリオが素早く移動しすぎると、B の1の歩数の値よりも、先に、1埋め用のブラックパックンが、第2レーンに流れ込んでしまう場合があり、それを防ぐためです。33を入力しています。下に降りると、計算がスタートします。見やすいように、マリオを移動しました。斜めのレールが不要になったおかげで、同期リフトたちの周期を、1.7 秒から 0.7 秒に短縮できました。その結果、コーラの待ち時間も減り、砲台の最短射出間隔よりも、必ずコーラが素早く消滅するようになり、結果、砲台の限界能力である 3.17 秒パー桁の加算が実現しました。出力は右上に溜まります。ベルトコンベアの上がいっぱいになったら計算終了です。計算結果を見に行きましょう。計算結果は、00011101、つまり10進法で、29、です。今回の減算回路では、最大8桁の2進数同士の差を計算することができます。桁数の増加と、回路の小型化が、今後の課題です。今回の方式で、最大 N 桁の数同士の引き算を行う場合、数値入力用に 4N 個のアイテムが必要なのに加えて、ビット反転の回路で 2N 個必要であり、計 6N 個のアイテムが必要となります。パウブロックやブラックパックンは、設置合計数上限が100個のオブジェクトの一つであるため、例えばこの方法で16桁の引き算を実装するのは、とても厳しいです。もし、ビット反転を介さずに直接引き算を行う方法が開発されれば、今回よりも小型で、かつ多数桁を扱える減算回路が実現すると考えられます。今回の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。